はね、ちょっと深掘りというか、特に冒頭部分ですけどもね、細かめのディティールをちょっと照らし合わせながらね、改めてこの映画エクソシストについてね、考察を進めていきたいと思います。まずあの映画の冒頭のシーン、先ほども言ったみたいにおそらく大学時代に VHS のビデオで見たのが最初。その後私劇場鑑賞もしましたけどもね。はい。度肝をね、抜かれたんですよ。あれと思って。というのは、中東のシーンから始まる。はい。中東でのその遺跡発掘っていうプロローグがあるじゃないですか。あそこびっくりしたんですよね。はい。で、最近このレビューをするにあたって改めてその Amazon プライムでね、エクソシストのディレクターズカット版の方を見直しました。で、ディレクターズカット版の方は最初のカットは中東ではなくて主人公の家族マクニール家のお家の外観からこうなんていうんですか、カメラがパンしてっていうんですかね、通りの風景、ストリートの風景を映し出して、でカップルが歩き去っていき、そこから次のカットにこう移行していくんですけど、その次のカットっていうのはマリア像のね横顔みたいなものが映し出されて、そこで、ダ・エクソシストっていうテロップじゃないやタイトルがバーンとこう出て、でおなじみの中東のシーンに移行するっていうね、太陽がこう出てきてね、でなんかコーランみたいな音声が流れてバックにみたいな。でこれはちょっと私の記憶定かじゃないんですけど、確かねオリジナル版はいきなり中東の太陽を映したカットから入ったんじゃないのかなっていう気がしてるんですけどね。気のせいかもしれないですけど、とにかくこれ北イラクですよ。北イラクを舞台とした遺跡発掘の、シーケンスっていうものがまずプロローグに、この映画は来ますね。これがねガチガチのなんて言うんでしょうか、悪魔つきを描いたねオカルト映画と思ってね見ていた私にとっては、こんな始まり方あんだみたいな風に思った記憶がありますね。はい。ある意味今でもそう思ってるわけなんですけども、でそこで私考えたのは、なぜねメリン神父、メリン神父はその北イラクで遺跡発掘に勤しむのかと。メリン神父というのはまさにこの映画に登場する2人のエクソシスト、悪魔払い師のうちの1人ですよね。古参の悪魔払い師ですよ。マックス・フォン・シドーが演じています。なんとこのマックス・フォン・シドー、当時まだ44歳で老けメイクをしてこの役に挑んだらしいですね。そんなこと全く思えないほど結構リアルな老神父の役をね見事に演じきってらっしゃいましたけども、その演技表はともかく、このメリン神父はなぜ遺跡発掘に勤しむのかといったところですね。そこをねやっぱり私は最初疑問に思ったんですよ。でなぜその遺跡発掘をする場所が中東イラクなのかと。その2点は一つね、疑問というか一つの興味として思ったんですよね。で私最初見た時はね、メリン神父っていう人は考古学者でもあるんだと最初見た時はそう思ったんですけど、今はね私こう思うんですよ。メリン神父はね別に考古学者というわけではない。あくまでもカトリック教会の神父として聖職者としてこの発掘調査にね参加してたんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。でそれなぜかっていうとね、
まあその後の映画の展開も含めてなんですけども、端的に言っちゃうと、もう一人登場するね、彼が本当のいわば主人公かなというふうに思ってますけども、カラス神父っていう若き神父がいるじゃないですか。でこの若き神父カラスは間違いなくイエズス会なんですよ。はい、カトリック教会っていうのはどうもざっくり調べると、大別すると3つの、修道士会っていうのがあって、一つは、ドミニコ会で、2つ目がね、これは設立された時代順に言うとですね、ドミニコ会っていうのが最初、1206年設立で、その次にねフランシスコ会で、ここが1209年設立。これはあくまでもウィキペディアの受け売りですけどね。はい、で最後にイエズス会、1534年創立と。でこの若きカラス神父は間違いなくイエズス会所属なんですよ。でこれは確かね、映画の中のセリフか何かではっきりと言われてるところがあって、これはねちょっとどのシーンだったかいきなり忘れちゃってるんですけど、ディレクターズカットを見返した時に私確認の方いたしました。で仮にですよ、じゃあこのメリン神父、古参のエクソシストも、カラス神父と同じ、イエズス会の、神父牧師であると仮定するとですね、非常にね神父でありながらリアリストなのかなっていうふうに思うわけですよ。つまりイエズス会の人っていうのは非常に乱暴な言い方をすると、ちょっと間違ってるかもしれません。私ちょっとにわかで勉強した成果というかネタをもとに今喋ってるだけなんで間違ってるかもしれませんけど、乱暴な言い方をするとイエズス会の人っていうのは日常のいろいろなその物事、出来事だったり現象だったり、雑事って言い方もしてもいいのかな、日常のありとあらゆるところに神というのは介在をしていると。だからその牧師っていう聖職に専念するだけじゃなくて、例えばスポーツをやったり映画を作ったり小説を書いたりね、なんかいろんなその対外的な行動を積極的にしながら、神との向き合い方を探求している人っていうイメージがあって、その中でメリン神父はあくまでも聖職者としてこの北イラクにおける遺跡発掘に参加、協力なのか参加してたんじゃないのかなというふうに思うわけです。じゃあ彼はこの中東での発掘によって何をしようとしてたのか。でこれは完全にここから先私の妄想ですよ。妄想なんですけども、こう考えたらある意味面白いんじゃないのかな、このエクソシストっていう映画を見るにあたってね。それ何かっていうと、なんていうのかな、その神の存在っていうかね、神がどこに存在するかっていうか、神が存在する意義、神が存在する意義とは何かっていうのをすごくね哲学的に考えてた人がこのメレン神父って人じゃないのかなっていうふうに私はね勝手に妄想をしてるんですよ。でこれ言い換えると、なぜ人間の心の中に神が必要なのかと。でそこまで考察して多分逆説的にアプローチしようとしたんじゃないかなと。つまり何かを恐れてるんじゃないのかなと。それは悪魔、神に背く勢力、悪魔じゃないかなと。じゃあ彼らはっていうか、そのなぜ人間は悪魔を恐れ、何が人間の心に悪魔をもたらしたのか、そういった命題を持ってね、いろいろこう探求しようとしてたんじゃないのかな。つまり人間の心の中の真理みたいなものを探ろうとしたんじゃないのかなと。これはその悠久の年月にわたる人間のその心の変遷とか蓄積みたいなもんだよね。となると歴史になるわけじゃないですか。で人間の心に悪魔という概念が芽生えたその起源、源を探すために
彼は遺跡発掘に勤しんでたんじゃないのかなっていうふうに思うわけですよね。じゃあなぜその場所がイラクなのかと。でこれね、端的に言ってしまうと、このエクソシストの悪霊、登場する悪霊、登場するっていうか少女リーガーに取り付く悪霊っていうのは、パズズっていうね、パズズと呼ばれるね、悪霊っていうふうに、これは明確に定義をされています。これはね、劇中でこのパズズって言葉が出てきたかどうかちょっと私定かじゃないんですけど、とにかくウィキペディアにはそう書いてありますね。でパズズを調べると、アッカドに伝わる風と熱風の悪霊であり、魔人の名前であると。でこのアッカドっていうのはね、アッカド文明っていうのがあるんですけど、メソポタミア、ね、皆さん世界史で習いましたよね。メソポタミア、メソポタミア文明ですよ。これって、今のイラクなんですよね。でこのメソポタミア南部のことをどうもアッカドっていうらしいんですよね。なんでイラク中東なのかなって、端的に言っちゃうとそうなんですけど、でも突き詰めて考えると、じゃあそのメリン神父っていうのはそもそもこのパズズっていうもののなんて言うんでしょう、痕跡を探すために中東に行ったのかな、それってどうなんだろう考えるわけですよ。で私のね、妄想考察の上ではそうでもないんじゃないのかな。たまたま発掘現場で見つけたそのなんていう驚しい像がパズズというアッカドの悪霊だったというだけで、最初からこのパズズっていうのに狙いをつけてたのかなっていうのは思うんですよね。反論もあるでしょう、異論もあるでしょう。っていうのは、結局メリン神父っていうのは数々のそのエクソシズム、悪魔払いに取り組んできた人でもあるんですよね。で映画の中でもそのアフリカで何ヶ月にもわたって悪魔払いに取り組んで自分自身死にかけながらも人を救った経験があるみたいな。でどうもその時の宿敵もパズズだったんじゃないのかなと。でパズズとのそのコミュニケーションをある意味取ってる中で、そのパズズの、正体を明かそうとあえてね、アッカドだからイラクの遺跡現場に行ったっていう考え方もできるんですけど、それってなんかね、ちょっと今一つ私とってはね面白くないっていうか、そう考えるよりも、面白いか面白くないかだけなんですよ。だから合ってるかどうかじゃないんです。そう考えるよりも、一つのね、この時代1973年、言い換えると1970年代初頭におけるアメリカ並びに世界を取り巻く情勢、この情勢の中にそのまだパズズという存在を特定できていないメリン神父が中東に目をつけて遺跡発掘に勤しんだ理由があるんじゃないのかなっていうふうに私はね、そう考えたんですね。でそれ何かっていうと、ここまで聞いて想像される方もいらっしゃると思うんですけど、中東戦争ですよ。で中東戦争っていうのは、これもウィキペディアで調べますと、1943年じゃないや、間違えた、1948年1948年っていうことは、つまりは、第二次世界大戦が終結後間もなくですよね。1948年から1973年までの間に勃発した4回にわたる中東における紛争なんですよね。だから第一次中東戦争から第4次中東戦争まであると。で実はこの映画が制作公開された1973年っていうのは、これアメリカでのね公開が1973年のね12月の26日、これもウィキペディアです。
はい、12月の26日で、実はこの中東戦争の最終第4次中東戦争が勃発したのは、1973年の10月。はい、まあ2ヶ月しか差がないので、さすがにその第4次中東戦争っていうものを意識してこの映画が作られたはずはないですよね、当然ながら。はい、エクソシストのこのプロジェクト、映画プロジェクトが始まった段階で、第4次中東戦争っていうのはまだ起きてないわけですから。で、じゃあそのぐらいの時期っておそらくですよ、おそらくどんな、まあ中東戦争におけるどんな時期かなって言ったら、1967年とか8年かな。1967年かな。まあそのあたりに、第3次中東戦争っていうのは起きてるんですね。はい。で、この第3次中東戦争っていうのは、まあ結果的にはイスラエルが圧勝。まあイスラエル対アラブ諸国の戦いなわけですよ、中東戦争ってね。まあ大雑把に端的に言っちゃうと。で、イスラエルの圧勝で、まあほぼほぼ1週間ぐらい、まあ6日戦争とも言われてるらしいですけども、ほぼほぼ1週間で決着がついてるらしいですね。もう奇襲攻撃なんでしょうね。はい。で、まあその6ヶ月後には、まあ停戦協定を結んで、まあ一旦戦争は終わったかのように見えたんですけども、その後も、まあ、なんていうかね、断続的に、まあいろいろこう攻撃爆撃があったりだとか、まあ戦争状態になったりっていうことが、まあふつふつと、まあ水面下ではっていう言い方が正しいかどうかわかんないですけども、続いてたらしいですね、戦いは。まあそんなさなかでこのエクソシストは、まあ、制作をされた。まあそういったことは言えるんじゃないのかな。じゃあ何が言いたいのかっていうと、つまりね、なんかモヤモヤっとした不穏感や不安、恐怖っていうものに、特にその西洋の人たちっていうのはね、はい、まあ中東の人はね、まあモヤモヤどころじゃないと思うんですよ。だって爆撃受けたりしてるから、もう超リアルな恐怖だと思うんですけども、そこから少し物理的な距離を置いて、だけどもイスラエルという国とのまあ関わりから、まあある意味間接的、まあもしかしたら直接的と言った方がいいのかもしれませんけども、まあいろんな意味で関わりを持っている、まあ西洋、ヨーロッパとアメリカのやっぱりこの民衆とかね、あるいはその文化人の気分っていう部分で考えたら、やっぱりモヤモヤっとした不穏感っていうか不安っていうかね、一旦戦争は停止してるように見えるけども、どうもその根底にはなんかこうこれから大変なことが起きるんじゃないのかな。要は、中東戦争っていうのはこれから泥沼化をしていってね、なんか恐ろしいことが、とんでもなく恐ろしいことが我々の身に降って起こるんじゃないのかなっていうモヤモヤっとした不安感みたいなものが、やっぱりさっきも言ったみたいにアメリカやヨーロッパの民衆、ひいては文化人だったりジャーナリズムの世界に、そのジャーナリズムの世界の中にはね、渦巻いてたんじゃないのかなっていうふうに私はね、思うんですよね。はい。で、その不安の根源が、やはりこれ非常に端的な話になっちゃいますけども、まあ短絡的な話になっちゃいますけども、中東にあると。で、このね、エクソシストの冒頭で描かれるね、そのイラクの情景っていうのはね、非常にそのイスラム社会に対する、まあいいとか悪いとか別ですよ。いいとか悪いとか別だけども、不信感だったり不安感みたいなものがこう心理的にね投影されてるような、まあそんな描写に見えるんですよね。はい。まず細かく言うと、まあさっきも言ったみたいにイラクの中東の場面で太陽が映し出される。で、コーランがバックに流れている。で、遺跡発掘現場の中、っていうか遺跡発掘現場が映し出されて、で、そこでメリン神父が登場し、
なんか見つかりましたよって子供に声をかけられてね、メリン神父はその遺跡内のある現場に駆けつけると。でその中からまあ結局その悪霊バズズだよね、パズズか、パズズの、頭部のね、像を見つけ出すわけですよね。あの時のマックス・フォン・シドーの表情の変わり方すごいですよね。こう耳が動いたっていうかね、こう人間ってふって思うとこう顔の筋肉が動くじゃないですか。ふっていうね、ふっていうね。私耳が動かせるんですけど実は。わかるかな。ふってこう顔なるんだけど、ふってこうなるんだけども、パズズのこう頭部のね像を見つけるっていうねカットがあり、その後確かそのカフェみたいなとこね、カフェって言っても僕らがイメージするようなおしゃれなカフェじゃないですよ。非常に質素な、屋外のねカフェ、お茶を飲ませてくれるとこって意味でカフェって言ってるんですけども、カフェで彼が、震える手でね何か錠剤の薬を飲むシーンがあってだとかで、そこにはその彼の目に映るねこのイラクの情景、市民たちの姿っていうものがあるんですけども、そこにはなんか不穏感とか言い知れぬ不信感みたいなねフィルターがこうかかってるように私には見えるんですね。でそれはもしかしたら映画制作者の意図だったかもしれないし、もしかしたら意図はしてなかったんだけども、彼らもいわばアメリカ人なわけじゃないですか。もうすでにそのフィルターがかかった眼差しで映画を作っていたからこそ、そういう状況にね見えてるのかもしれませんけども、とにかくなんかイスラム世界の人が見たら気悪くするんじゃないかなっていうぐらい、なんかそういう不信感、イスラムに対する不信感だったり不穏感みたいなものが、なんかメリン神父の目を通してこう映し出されてるように冒頭のプロローグが見えるわけですよね。でカフェのシーンの後刀鍛冶ですよ。そのアラブの刀鍛冶がこう刀をカツンカツンカツンってこう打ってるシーンがあって、でその中の、刀鍛冶の一人と、目が合うんですよね。でその目が合うんだけど、その刀鍛冶の風貌がもう非常に奇妙でね、片目がなんかこう白内障かなんかになってるような、もう非常にその奇妙ななんか佇まいのね刀鍛冶と目が合ってふってなるみたいな。で思えばねカフェで薬を飲むシーンから刀鍛冶がね刀を打つカツンカツンって音はもうバックグラウンドで鳴り響いてるんだよね。これは私見返して初めて気がついたんですけどもね。で刀鍛冶の不穏な空気っていうものがまさにこの中東の街並みの一帯をね包み込むようなこうモヤモヤっとしたね情景としてメリン神父の眼差しを通して、描かれているみたいな、そんな風にね私には思えたんですね。はい。